ウィッシュ、メリークリスマス。おい大丈夫か？時期が全然違う。それに霊夢は腐っても巫女だろ。宗派とかそういうの色々あるだろ。何よ、腐ってもって。私はどっからどう見ても楽園の素敵な巫女よ。それにね、クリスマスなんて今は宗教あんまり関係ない行事よ。時期に対しては特に弁明なしなのか。クリスマスにこの動画を見てる人もいるだろうしね。なんかずっとめたいこと言ってるぜ。ということで、クリスマスに向けて何かいいデッキはないかしら？クリスマスまでにいいデッキ欲しいのよね。クリスマスまでに恋人作りたいみたいに言うことじゃないだろ。今は春先だけど、こういうことは早めに動き出すのが吉だから。理屈はわからんが、遊戯王にはクリスマスモチーフのテーマもあるぞ。ホーリーナイツって言ってな、環境では活躍しなかったけど独特な動きをするテーマだぜ。やっぱりあるんだ。どんなカードがあるか教えてよ。これで今年のクリスマスも安泰だわ。私はクリスマスにも遊戯王してるデュエリストを応援しているぜ。で、ホーリーナイツってどんなテーマなの？レベル7の光属性ドラゴン族を下級天使族でサポートするテーマだぜ。11期のセレクション10というパックで登場したカテゴリーだ。要は天使族テーマね。クリスマスっぽい。わかりやすいのがホーリーナイツアステルで、フリーチェーンで場の光属性をリリースすることで、手札のレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚できるぜ。場のモンスターをリリースだから、もちろん自分自身をリリースすることもできる。フリーチェーンなのが強いわね。エフェクトベーラーとかの効果無効系の誘発を避けることができるわ。相手ターンに効果を発動することで妨害できたりもするぜ。特殊召喚した時に妨害できる光属性のドラゴン族なんていたっけ？まあ、それは後のお楽しみとして、自身を除外することで、レベル7光属性ドラゴンの攻撃力を1000上げる墓地効果も持っていてな。1000はなかなかの修正値だわ。最初に言った通り、特殊召喚効果は自分自身をリリースしてもいいから、特殊召喚したモンスターをそのままパンプアップすることができるんだぜ。綺麗な流れだわ。展開と戦闘を1枚でサポートしてるわね。ちなみにホーリーナイツの天使たちは共通して何かしらの墓地効果を持ってるぜ。引いてもよし、墓地肥やししてもよしだな。サーチ効果持ちも当然いる。ホーリーナイツレイエルだ。11期のテーマだから、当然サーチャーもいるわよね。よく見るとすんごい格好をしてるのも特徴だぜ。うわ、えげつない角度のハイレグ。相当な覚悟を持ってないと履けないわよこれ。召喚時にサーチできて、サーチ範囲はホーリーナイツマジックトラップ。後で紹介するが、ホーリーナイツ関連のモンスターを、サーチできるホーリーナイツ魔法もあるから、それを経由することで、テーマ内の全てのカードにアクセスできるぜ。ほほう、実質万能サーチャーだ。できればこのカードに召喚権を使いたいわね。この効果を持ちながら墓地効果もあるんでしょ？墓地から除外することで同盟以外のホーリーナイツを蘇生できる。さっきのアステルを蘇生したら相手ターンでの展開が狙えるわね。そうだな。自分ターンに展開で使ったアステルを蘇生することで、相手ターンにもレベル7光属性ドラゴンを展開する動きができる。相性いいわね。シンプルだけど強力そうな動きだわ。ただし、さっきも言ったようにホーリーナイツは共通して墓地効果を持つから、蘇生対象がいない、ということもたまにあるぜ。そこは注意だな。とにかく、サーチができて蘇生もできてと、書いてあることが強い。初動から展開、切り返しと色々な場面で活躍できそうだわ。ホーリーナイツを組むときはまずレイエルを3枚入れるところから始まるぜ。3枚目はホーリーナイツフラムエル。相手モンスターの攻撃時に手札か場から墓地へ送って、手札からレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚できるぜ。手札誘発、だけど攻撃に反応してなのか。モンスター効果無効を準備してから攻撃すればいいだけだから、攻撃に反応する効果ってケアされやすいのよね。レイムの言う通り、ケアされやすいし巻き戻しルールがあるから迎撃も難しい。だけど相手ターンにレベル7の光属性ドラゴンを手札から特殊召喚できるのは、ホーリーナイツにおいては重要なことだぜ。ほうほう。手札から特殊召喚するのが鍵なの？そうだぜ。まあ、その方法がたくさんあるテーマではあるが、手札効果で相手ターンに特殊召喚ができる点は唯一無二だぜ。効果発動前に除去されて特殊召喚できない。って心配はないわね。でもなんで手札からなんだろ。リクルートとかの方が強いのにな。で、墓地効果。こいつはフリーチェーンで発動できるんだが、バカ墓地のレベル7光属性ドラゴンを手札に戻すことができる。サルベージかセルフバウンスね。なんでフリーチェーン、こういうリソースになる効果って自分ターンにだけ使えることがほとんどよね。セルフバウンスはフリチェで使えると除去の回避ができたりするぞ。そういやそうだったわ。除去避けのためのフリーチェーンか。あとは、セルフバウンスをきっかけにアドバンテージを作れたり。この効果をアドにだからなのか、他のホーリーナイツと違って、攻撃に反応する効果とサルベージ、セルフバウンスの墓地効果は、同一ターンに発動できないよう、いずれかターン1という制約がついてるぜ。一緒に発動できるとまずいくらいテーマ的に重要なカードなのかな。テーマ内で、レベル7光属性ドラゴンを唯一墓地から回収できる方法でもあるから、重要というか、便利なのは間違いない。でもまあ、正直なんでいずれかなのは謎だぜ。マリサでも謎なのか。私にだって、わからないことぐらい、ある。とにかく、ここまでの3枚がセレクション10に収録されたホーリーナイツだ。サーチに展開の補助とわかりやすくテーマの土台、ってカード揃いね。
さて、次のカードから追加組なわけだけど、セレクション10から約1ヶ月後に発売した、ライトニングオーバードライブで、ホーリーナイツシエルが追加されたぜ。場のホーリーナイツかレベル7光属性のドラゴン族を手札に戻すことで、自身を特殊召喚することができる効果を持つぜ。とどのつまり、場の仲間と自分を入れ替える効果か。単純に、レイエルとかの召喚時効果の再利用を狙ってもいいし、ちらほら言ってるが、セルフバウンスでアドを稼げるテーマだから、それ狙いでレベル7光属性ドラゴンを手札に戻してもいいぜ。単体でアドは稼げないけど、利用方法はたくさんある。ってことね。プラス、墓地から除外することで自分の場にモンスターがいない時限定だけど、これまた手札のレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚できるんだ。また手札からの特殊召喚。これでモンスターだけで3枚目よ。でもちょっと条件が厳しいわ。場のモンスターがからの時だけか。汎用性というか、使いやすい効果ではないことは確かだ。大抵、セルフバウンスで場を開けてから特殊召喚する格好になるかな。追い詰められた時の逆転にも使えそう？ワンチャンだぜ。狙って使う機会はあんまりないと思うぜ。ちなみに、このカードはクリスマスをモチーフにしているホーリーナイツらしく、2020年12月25日に公開されたカードなんだぜ。サンタさんからのプレゼントなんだ。そう聞くとなんだか素敵ね。2021年7月に発売したパック、バーストオブデスティニーで追加されたのが、ホーリーナイツオルビタイルだぜ。クリスマスと何の関係もない、真夏にカードが追加されたのね。ふふん？やっぱりクリスマスの話題はどの季節にしたっていいのよ。したっていいけど、ドヤ顔されるのはかなり尺だぜ。とにかく高価だな。自分の場の光属性をリリースすることで、ホーリーナイツマジックトラップを直接場にセットできる効果だ。アステルと同じくフリチェだし、自身をリリースすることもできるぜ。アステルとレイエルを足して2で割ったみたいな効果だわ。サーチじゃなくて直接場にセットするから、ハルーララが効かないのも利点ね。一方で、相手ターンに発動するとマジックトラップ除去に割られてしまうぜ。ウララが効かないのとのトレードオフだな。ああ、相手ターンにセットしたら、魔法もトラップもそのターン中は使えないもんね。そして墓地効果が、自分の場のレベル7光属性ドラゴンが手札に戻ると、それに反応して自己蘇生できる、というものだ。ようやくセルフバウンスをアドにしてくれるモンスターが、自己蘇生効果にはよくある、自己蘇生後に墓地に送られると、除外される、といったデメリットがないから、毎ターン墓地から蘇生してアドバンテージを稼ぎ続けてくれるぜ。蘇生して、リンク召喚とかに使って、次のターンのバウンスでもう一回蘇生、シエルやフラムエルなどなど、セルフバウンス手段にはこと書かないし、バウンスしたレベル7の光属性ドラゴンを出す方法もたくさんあるし、ようやく分かってきたわ、このテーマのやりたいことが。そうだろ。手札からのレベル7光属性ドラゴンの特殊召喚と、それのセルフバウンスによる循環、これがホーリーナイツのコンセプトだぜ。問題は、毎ターン特殊召喚したり手札に戻したりすることにもっと意味のある、レベル7光属性ドラゴンがいるのか、ってところなんだけど、これまでちらほらと伏線を張ってきたけど、テーマ内にいるぜ。伏線っていうか匂わせだったけどね。やっぱりテーマ内にいるんだ。そういう仕事はエースモンスターにお任せだぜ。ホーリーナイツたちのエースが、この聖夜にきらめく竜だぜ。当然レベルは7、属性は光のドラゴン族。ホーリーナイツ名称は持ってないけど、サポートは全部受けられるぜ。で、多分だけど召喚、特殊召喚時の効果も持ってるんでしょ？手札から召喚、特殊召喚したら場のカードを何でも破壊できるぜ。ご丁寧にというかなんというか、わざわざ手札からって書いてるあたり、下級ホーリーナイツと一緒に使うのを前提にしてるわね。カード名を指定した1ターンに一度の制限もないから、1ターンに何度も特殊召喚できたら、その回数だけ場のカードを破壊できるんだ。いや、本当にそんなことできるの？今のところ、そんなに連打できるイメージが湧かないんだけど、セルフバウンス手段が現状、シエルとフラムエルの2枚で、特殊召喚手段がアステルとシエルとフラムエルの3枚。よね。そりゃモンスターだけで考えると、同一ターンの連打は難しそうに感じるけれど、マジックトラップにも特殊召喚やセルフバウンスできるカードがあるから、めちゃくちゃ分回れば、相手ターンに2回以上特殊召喚できるぜ。ほんとかな？たとえ何度も特殊召喚できなくてもターンをまたげば、余裕で特殊召喚できるぜ。とにかくホーリーナイツはこのカードの循環に特化してるからな。それはできそうね。手札と場を行ったり来たりして、相手のカードをどんどん破壊しちゃおう。加えて、闇属性モンスターには戦闘でも効果でも破壊されない耐性がある。闇を払う効果ね。これもクリスマス要素って言って良さそう。最後の効果が、相手モンスターを攻撃した時に、エンドフェーズまでそのモンスターを除外して、その後再攻撃できる、という効果だ。一時的に壁になってるモンスターを除去して、直接攻撃を通せる、って効果なのね。最後の詰めに良さそうだわ。とまあ、たっぷり3つも効果があるんだけど、着目すべきは、ホーリーナイツのエースでありながら、効果では一つもホーリーナイツの文字が出てきていない。実は効果自体は汎用的なんだぜ。ほんとだ。手札から場に出せさえすれば、別にホーリーナイツで使わなくても場のカードを破壊できるのね。もちろん、ホーリーナイツは手札からの展開に特化しているから、他テーマで使おうとしてもホーリーナイツほどうまく使えないけどもな。そりゃそうよね。セルフバウンスまでしてこのカードを使い倒そうってテーマだもんね。ところでなんだけど、
このカードはリメイクカードなんだぜ。そうなの？リメイク元はホーリーナイトドラゴン、初期のゲーム付属カードで、しかも封入率の超低かった激レアカードだぜ。ステータスとかは全部一緒だ。こっちもホーリーナイツで特殊召喚できるわ。リメイク元と比べたら、聖夜にきらめく竜はかなりシュッとしたわねー。聖夜にきらめく竜が持ってる闇属性に対しての耐性についてなんだけど、ホーリーナイトドラゴンのフレーバーテキストを見てくれ。聖なる炎で悪しき者を焼き払う、神聖な力を持つドラゴン。ああそっか、クリスマス要素なのかなって思ったけど、タイヤミ属性の効果って、リメイク元をイメージしてるのね。バニラモンスターをサポートする原石がかなり強力なテーマだから、リメイク元と一緒に採用して、原石ホーリーナイツにするのも楽しそうだ。それと、リメイク元も聖夜にきらめく竜も攻撃力が2500だから、最近登場したリジェネシスと組み合わせても面白いんじゃないかな。割と色々できるステータスなのね。レイエルのところで触れたホーリーナイツモンスターのサーチカード、それがホーリーナイツベルファイアだぜ。ホーリーナイツベルファイア。ありえないくらいカード名がかっこいいわ。中学2年生頃の魂が震えるカード名だよな。デッキからホーリーナイツかレベル7光属性ドラゴンをサーチできるんだぜ。下級ホーリーナイツから、聖夜にきらめく竜までサーチできるわね。レイエルと相互にサーチできるのも強いんじゃない？ああ、強いな。かなり安定性に貢献してくれるだろう。そして重要なのが、サーチできるのがレベル7光属性ドラゴンなところ。ホーリーナイツのサポートってみんなその指定じゃない？サーチカードなのが重要なんだぜ。レベル7の光属性ドラゴンには、手札誘発として使える、個性体サウラビスがいるんだ。サーチ先をすでに引いている場合に、手札誘発をサーチできるのはかなり強いぜ。確かに、そうなると、このカードを経由して、粛清と組み合わせることもできるわよね。あのテーマには他にもレベル7光属性のドラゴンがいたはずだわ。粛清の有権性サウラビスだな。特殊召喚できさえすれば、相手ターンに個性体サウラビスを特殊召喚して、チェーンブロックを作らない特殊召喚を無効にするという、強力な妨害ができるぜ。特殊召喚できればというけど、レベル7光属性ドラゴンの特殊召喚なら、ホーリーナイツにお任せあれでしょ。サーチして美味しいレベル7光属性ドラゴンには他にも、オッドアイズセイバードラゴンがある、場の光属性と、デッキ、手札、場のオッドアイズドラゴンを墓地に送り、自身を特殊召喚することができるカードだ。墓地効果を持つ下級ホーリーナイツを能動的に場から墓地に送ることができるのね。レイエルでホーリーナイツベルファイアをサーチ、それからこのカードをサーチすれば、綺麗に特殊召喚に繋がるわ。しかも墓地に光と闇が同時に揃うぜ。各種カオスモンスターとの相性もいい。わーお。他にも光の点線バハルテアで相手の手札への干渉を狙ったりと、サーチ先の選択肢は割と豊富なんだけども、それだけじゃなく、相手の場に闇属性モンスターがいて、自分の場にはモンスターがいない時には、手札からレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚できてしまう。ってことは、サーチしたモンスターを直接出すこともできるの？もちろんだぜ。強いわねー。まあ、相手が闇属性を使ってないと意味ないんだけど。そんなん多次元怪獣ラディアンを相手の場に出せばいいだけだぜ。怪獣？マッチポンプだ？場のラディアンは、聖夜にきらめく竜を特殊召喚して対処できる。無駄が少ない。先手はもちろんサーチとして活躍し、後手ではさらに強力な動きもできる。ホーリーナイツを組む時にはこれも迷いなく全力で入れよう、なカードだぜ。次は永続魔法のホーリーナイツナティビティ。またかっこいい名前ねー。ホーリーナイツマジックトラップはみんな中2の魂に訴えかけてくるカード名だぜ。このカードは2つ効果を持っている。一つはサーチだ。またサーチ？と言っても、自分メインに手札の光属性天使を相手に見せることで、レベル7光属性ドラゴンをサーチする、という限定的なもの。しかも最初に見せたモンスターはデッキの一番下に戻す必要がある。ふむふむ。さっきのホーリーナイツベルファイアよりは使いづらいわね。でもレベル7光属性ドラゴンなら何でもサーチできるのは変わらず強いわ。使うたびに手札の光属性天使がデッキに戻ってしまうが、光属性天使が手札にありさえすれば、継続的に使えるのは永続魔法ならではの強みだ。そうよねー。手札で余ってる下級ホーリーナイツを、サウラビスとかに変えることもできるし、ホーリーナイツじゃなくても、オネストだとか先行の結界像だとか、デッキに入れやすい光属性天使を全部レベル7光属性ドラゴンに変換できるぜ。サーチの種もなんとかなりそうね。で、もう一つの効果は？相手が効果を発動したら、手札のレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚できるぜ。またレベル7光属性ドラゴンの特殊召喚か。本当に特化してるわね。これで聖夜にきらめく竜を特殊召喚して妨害に使うわけだな。相手の効果を無効にするわけじゃないのがかゆいところだけれど、悪くなさそう。サーチしてきた聖夜にきらめく竜を相手の効果に合わせて特殊召喚できるから、かなりプレッシャーがあるわよね。一応、サーチと特殊召喚の組み合わせだからなのか、二つの効果は同一ターンにどちらかしか使えないようになっている。ああ、それはしょうがないかもな。どっちも使えたら後手でも強かったんだけどね。でも結局のところ、自分のターンにサーチしておけば、次のターン、相手の効果発動を牽制できるから、いい組み合わせだぜ。3枚目のマジックカード。フィールド魔法のホーリーナイツスカイを紹介するぜ。フィールド魔法は強いカードが多いし、
待しちゃうわね。場にあることで、ホーリーナイツかレベル7光属性ドラゴンを、追加でもう一度通常召喚できるようになるぜ。召喚権追加か。でも、レベル7光属性ドラゴンは手札からいくらでも特殊召喚できるわよ。だから、基本的にはホーリーナイツ下級の追加召喚を行うぜ。今まで触れてなかったが、ホーリーナイツ下級には大きな弱点があってな。弱点？そんなのあったっけ？展開力がとにかくないんだ。自力で特殊召喚できるのがシエルしかおらず、それも場のモンスターと交代する格好での特殊召喚だったろ？うわ、そういえばそうね。モンスターの数は増えてないわ。レイエルもアステルもオルビタイルも場で発動できる効果を持っているのに、なのに下級を特殊召喚する方法がほとんどなく、召喚権を食い合ってしまうんだ。それを解決できるのがこのカードってわけさ。このカードがあれば、レイエルからホーリーナイツベルファイア経由でサーチした、下級ホーリーナイツを召喚できるようになる。この召喚権追加効果の時点で、ホーリーナイツにとってかなり重要なんだけど、自分ターン中に一度だけレベル7の光属性ドラゴンが手札に戻ることで発動する、ワンドロー効果も非常に重要だ。セルフバウンスがアドバンテージに、ホーリーナイツって、聖夜にきらめく竜が手札と場を反復横飛びして、相手の盤面を荒らすテーマでしょ？自分ターン限定といえそこにドローがつくと、相手とのアド差がどんどん開いていくぜ。うわぁ。動き出すのがゆっくりだとは感じるけど、一度回り出したらかなり強そうだわ。聖夜にきらめく竜が循環し始めたらもう止まらないぜ。と言っても、ここまで紹介された中だと、セルフバウンス手段がモンスターしかないから、どこかで玉切れしちゃいそうだわ。次のセルフバウンス手段や、特殊召喚手段を引くためにもドローが重要だ。それに、玉切れについては心配しなくても大丈夫だぞ。まだ紹介されてないカードで解決できるってことなのかな？ってことで、ここからはトラップを紹介するぞ。これまで妨害としては聖夜にきらめく竜の特殊召喚しかなかったから、追加の妨害になるカードを期待しちゃうわね。1枚目はわかりやすく妨害だぜ。ホーリーナイツブラストだ。相手の発動した効果を無効にして破壊できる。万能無効だ。こういうカードがあると安心できるわ。こういう万能無効は、大抵発動に条件やコストがあるものだが、このカードのコストはレベル7光属性ドラゴン族のセルフバウンスだ。聖夜にきらめく竜を手札に戻せ。ってことね、聖夜にきらめく竜で除去して、このカードで無効にして、手札に戻した聖夜にきらめく竜をまた特殊召喚して除去して、気持ちよく分回ったら妨害数もそこそこありそうだわ。コストがレベル7光属性ドラゴンなら何でもいいから、工夫次第では別テーマのカードと一緒に使うこともできるだろう。それこそサウラビスとか？あとは聖国ユーシルドラゴンが場に出しやすくて相性がいい。じゃあ聖国に出張させても強いってことか？いいや、レベルの関係で聖国では優先度が低いカードだから、光属性ドラゴンとバニラドラゴンを除外するだけで出せるという、出しやすさを活かす格好になるかな。竜の霊秒1枚で特殊召喚のコストを用意できるのは特筆すべき点だぜ。バニラが必要とはいえ、確かに出しやすいわね。ドラゴン族のグッドスタッフ的なデッキでワンチャン。デッキ構築力が試されるぜ。ちなみに、このカードっていわゆる万能カウンターなわけだけども、珍しくカウンタートラップじゃなくて通常トラップなんだぜ。ほんとだ。初めて見たかも。発動や効果を無効にするトラップってカウンタートラップのイメージあるわ。絶対オーバックジャックなどの通常トラップサポートを受けられるが、代わりにモンスター効果等で止められてしまう可能性がある。カウンタートラップだったら止められないんだけどな。まあ、そこは良し悪しよね。最後に紹介するのが、永続トラップのホーリーナイツアドベントだ。ホーリーナイツらしすぎる効果を持ってるぜ。らしすぎるって何よ？らしすぎるって、自分のレベル7光属性ドラゴンをセルフバウンスする効果。手札からレベル7光属性ドラゴンを特殊召喚する効果。自分と相手のメインフェーズにこの2つのどちらかを選んで発動できるぜ。らしすぎる。ホーリーナイツの代名詞の効果詰め合わせ。この効果、一つ一つはモンスターでも魔法でもできることだけど、1枚でどっちもできる永続トラップ。ってのが強いところだ。そうよね。このカード1枚で相手ターンに聖夜にきらめく竜の特殊召喚と、自分ターンにセルフバウンス。っていう動きができるのは強いわ。しかも永続トラップだから繰り返し使えるしね。特にセルフバウンスは継続的にできる手段がなかったからな。戦略に継続性を与えてくれるデッキの真のエンジンだぜ。オルビタイルやホーリーナイツスカイを毎ターン積極的に狙えるようになるのも大きい。フラムエルの墓地効果、シエルの特殊召喚効果、ホーリーナイツブラストのコスト、バウンスはどれも1回きりだったけど、これで本当に毎ターン使えるわ。ホーリーナイツはとにかく手札からの特殊召喚と、セルフバウンスができるカードだらけだから、どちらかを別のカードに任せて、片方の効果を連打することだってできるぜ。フリーチェーンで特殊召喚するのもアステルでできるし、セルフバウンスもフラムエルの墓地効果でフリーチェーンでできるからね。ホーリーナイツナチビティでも特殊召喚できるしな。一番癖なく使える相手ターンでの特殊召喚と、セルフバウンス手段でもあるから、手札と場に応じて柔軟に使いたいぜ。余裕があったら思い切った動きもしてみよう。モンスター効果を使いすぎちゃったとしても、最悪ホーリーナイツアドベントと聖夜にきらめく竜さえいれば、多分大丈夫でしょ。そこにホーリーナイツスカイもあれば、毎ターンドローもできて文句なしだぜ。ということで、ホーリーナイツの全11枚を紹介したぜ。どうだレイム、クリスマスにホーリーナイツを回してみたくなったか？楽しそうだな。
って思ったわよ。テーマの戦略がわかりやすくて一貫性があるのがいいわよね。そうだな。カスタマイズ性も高いし、自分の色を出しやすいテーマだろう。ロングゲームに持ち込めたら結構戦えそうに思えるしな。と言っても、弱点も多い、11期のテーマとは思えないほど遅いし、安定性のなさも気になるだろう。そういや、このテーマって11期3なのよね。比較的最近のテーマだわ。紹介してる中で薄々気づいたかもしれないが、1枚書道どころかまともな2枚書道もないんだよ。正直なところ、現代遊戯王っぽくないなとは思ったわ。ファンの人には悪いけど、ガチガチの環境で戦うには物足りないだろう。でも、クリスマスに楽しく遊ぶにはぴったりだと思うぜ。そっか、なら安心だわ。マリサはガチガチのデッキなんて使わないでしょ？私に言ってるのか？私、クリスマスにまでレイムと遊戯王やるのか？いいじゃない、どうせ暇なんだし。クリスマスまでにデッキを練るわよ。おすすめの構築やカードがあったらコメント欄で教えてね。